アニメ化。時は今から30年前に遡った1994年。ガンダムシリーズに革命が起こりました。従来のガンダムの概念を根底から覆した作品、機動武闘伝 G ガンダムの誕生。皆さんはこの作品が賛否両論ある中で、ガンダムシリーズを救っていたことを知っていますか？それは G ガンダムが背負った、どんなに苦しくてもやり遂げるという命題であり、国家間の威信をかけたガンダムファイトや数々の必殺技、これまでの宇宙世紀シリーズでは考えられないような革新的な要素は、実はガンダムの生みの親、富野義行監督の意外な指示がきっかけで誕生しました。そして、G ガンダムの新作の発表。ファンの期待が高まる一方、続編制作の困難さも予想されます。果たして G ガンダム新作は、どのような道のりを歩むのでしょうか。今回はアナザーガンダムシリーズに大きな影響を与えた G ガンダムはなぜ生まれたのか、その意外な誕生秘話と未来予測に迫ってみようと思います。すべての始まりであるガンダムシリーズ。それは1979年の機動戦士ガンダムから始まり、今なお進化を続けるロボットアニメの金字塔です。ファーストガンダムから機動戦士ビクトリーガンダムまで、宇宙世紀という一つの世界観の中で、人類の戦いの歴史が刻まれてきました。しかし、ビクトリーガンダムの後の時代がこの時点で描かれることはなく、その次の作品として、全く別の世界を舞台にした G ガンダムが作られることになりました。その内容も従来のガンダムの常識を真っ向から全部壊し、これまでの戦争の悲劇を中心としたシリアスな展開ではなく、楽しいガンダムという視聴者の予想を裏切る全く新しいガンダムだったのです。ではなぜ G ガンダムはここまで独創的な作品になったのでしょうか。その理由は富野監督と G ガンダムの監督となった今川康弘氏が大きく鍵を握っていました。富野監督にとって前作の機動戦士ビクトリーガンダムは満足のいく結果とは言えないものでした。評価は賛否両論、人気も他のシリーズに比べて低調だったのです。そのため最初は同じ宇宙世紀シリーズを舞台に、火星移民と地球の人類との対立を描いた機動戦士ポルカガンダムという新作を制作予定でしたが、急遽方針を変更。富野監督はこの時、次のガンダムを大きく方向転換させる必要性を感じていたのです。そこで富野監督が出したアイデアが、次のガンダムはプロレスにしようという大胆な提案でした。戦争の悲しみを描いてきたガンダムをエンターテイメント性の高いプロレスのようにする。これはシリーズの常識を根底から覆すアイデアだったのです。そしてこのアイデアを形にするために富野監督が白羽の矢を立てたのが、テレビアニメミスター味っ子の監督を務めた今川氏で、彼は作中でカツ丼をものすごく光らせたり、料理を食べたリアクションとして、一例ですが味おうと呼ばれる名物キャラを巨大化させて大阪城を破壊したり、海の上を走らせたり、口からビームを撃たせたりなど、料理作品としてはツッコミどころ満載な斬新な料理対決の演出を披露し、後の料理バトル系漫画にも多大な影響を与えた人物でもありました。そして富野監督の狙い通り、今川監督の手腕は存分に発揮され、熱さの中に度肝を抜いたような演出を持った G ガンダムが生まれたのです。改めてミスター味っ子を見た後、G ガンダムを見ると、ああ、同じ監督だ、とすごく納得したりします。こうして誕生した G ガンダムは、ガンダムシリーズに新風を吹き込みました。ガンダムファイトという斬新な設定、個性豊かなキャラクター、そして今川監督ならではの派手な演出。G ガンダムは、ガンダムの可能性を大きく広げる作品となったのです。では、改めて G ガンダムとは、どんなガンダムだったのかを振り返ってみようと思います。舞台は、地球環境の悪化と人口増加により、
人類の6割が空へ移住した未来世紀と呼ばれる時代。当初は地球圏の資源をめぐる戦いが勃発していましたが、人類はこのままでは避けられなくなる破滅的な未来を避けるために、ガンダムファイト国際条約を制定しました。これは各国家が輩出したガンダムを地球上で戦わせ、頂点に立った国家に地球圏の統治権を4年間与える、ガンダムファイトという代理戦争システムの始まりでありました。基本は1対1で戦うこのシステムは、戦争ではなくスポーツや格闘技に近い斬新な発想であり、エンターテイメント性の高い世界観の柱となりました。そしてその13回目となる大会にて、主人公のドモン・カッシュは、ネオジャパンの代表であるガンダムファイターとして、幼馴染であり、メカニックのレイン・ミカムラと共に地球に降り立ち、行方不明の兄であるキョウジ・カッシュを探しながら、各国のファイターと戦いを繰り広げます。ドモンはこの世界の秩序の守り手である、シャッフル同盟のファイターが持つ、トランプのマークを模した紋章、キング・オブ・ハートの継承者でもあります。後に同じように紋章を受け継いだ、ネオアメリカのチボデー・クロケット、ネオチャイナのサイサイシー、ネオフランスのジョルジュ・ド・サンド、ネオロシアのアルゴ・ガルスキーとは、本気で戦う相手でありながらも、深い絆で結ばれることになります。さらに G ガンダムを語る上で欠かせない要素は他にもいくつかあります。一つは東方腐敗マスターアジア。彼はドモンの師匠でありましたが、デビルガンダムと呼ばれる人類の脅威となる存在と組みした宿敵として立ちふさがることになります。そんな彼との複雑な師弟関係は、ドモンの成長物語に欠かせない要素となっています。続いて物語の核心となるデビルガンダムは、DG 細胞というものでできた存在で、自己進化、自己再生、自己増殖が可能な、生命体のような前例のない新しいタイプのラスボスでありました。こちらは本来は荒廃した地球環境を再生するために生み出された存在でありましたが、それが陰謀に巻き込まれた結果、G ガンダムの世界の人類にとって最大の脅威になっていきます。ガンダムの印象を大きく変えた演出面も重要で、主役機のシャイニングフィンガーをはじめとしたほとんどの登場ガンダムが持っているもので、この当時ブームでもあった格闘ゲームのような要素を取り入れた派手で印象的な必殺技、明鏡止水の境地に至ることで、パイロットと機体が金色に輝くハイパーモード、生身でモビルスーツを破壊する前代未聞の能力を持つキャラクター、最後の最後に誰もが予想しなかった必殺技を披露し、全シリーズのガンダムをゲスト出演させたお祭り的な要素も加えるなど、リアル寄りであったガンダムとは全く違う方向性で物語全体をより盛り上げたのです。しかし、そんな華やかな結果はすぐに出てくれたわけではなく、これまでのファンからすればガンダムへの侮辱とまで感じるような状況も招き、最初の3ヶ月は商売にすらならなかったそうです。ところがマスターアジアとその上記のマスターガンダムの登場がきっかけとなり、低年齢層の獲得から既存のガンダムファンにも受け入れられ始め、低迷期であったガンダムシリーズの人気の流れを回復させるといった G ガンダムはどんなに苦しくても新たなガンダムの可能性を切り開くという命題をやり遂げたのでした。そんな G ガンダムのラストでは続編を示唆するような演出が加えられていたのですが、 OVA ガンダムイボルブでドモンの後半の上記であるゴッドガンダムがレインのライジングガンダムにフルボッコにされたというエピソードや、コミックボンボンに2話だけ掲載されたドモンの弟子が活躍する漫画のエピソードを除けば、30年もの間正式な続編の動きはありませんでした。なので最終回の演出は、ガンダムファイトは4年に1度の開催ということで、これからもこの世界は続くよというオリンピック的な演出かと解釈していたのですが、先日なんとその続編が発表されました。注目を集めているのがこの新キャラクターが誰かということです。実はこのキャラクターのデザインはマスターアジアの元ネタではないかと言われている中国の武教小説称号考古に登場する
東方腐敗というキャラクターに酷似しているのです。そしてこの小説にはもう一人、同じ最強ポジションの人物として独孤九敗という負けというものを経験したいと思っているが、どこかのスーパーコーディネーターさんと違って敵味方全員が弱いからいつまでも負けることができないというある意味気の毒な人物の伝説があるため、彼がもう一人の最強キャラとしていつか出てくることもあり得るのではないかと思っていたのですが、その場合はわざわざ先ほどの東方腐敗に外見を寄せる理由がなく、しかも頭の形状が狙いすかつてのマスターガンダムを意識したようなものであることから、このキャラが東方腐敗にまつわる人物である可能性は高そうです。とはいえ、この新キャラが紹介されたガンダムシリーズ45周年の特別番組の中で、関智一氏がかつての G ガンダムにはこのキャラはいらっしゃらなかったと発言しているため、言葉通りに解釈するなら正体が実は何らかの理由で若返って髪型を変えたマスターアジアといった既存キャラである説はないということになります。ではこの人物は一体誰なのか。これはおそらくは劇中ラストで映っていたデビルガンダムの残骸に DG 細胞が残っていて、それが何らかの形で乗っ取った人物ではないかと思ってたりします。おそらくこの時の DG 細胞にはドモンが一番脅威であることが刷り込まれているため、彼を打倒し、今度こそ人類を排除するためにもう一度マスターガンダムに似た機体を作り、東方腐敗と偽ってドモンをおびき寄せるといった可能性もあるのではないでしょうか。そしてデビルガンダムは成長する存在であるため、その時自己進化が進んでいるようなら新たな討伐方法も必要になってくるかもしれません。身も蓋もなく言うと、それなら商品展開的にも複数の新機体がおのずと生まれる流れになるため、シードフリーダムと同じかそれ以上のモビルファイターが登場してくるかもしれませんね。しかし新作の道のりは平坦ではありません。ガンダムシリーズの続編制作はかなりの時間を要することが多いからです。ガンダムシードの劇場版は発表から18年後にようやく実現。鉄血のオルフェンズのスピンオフのゲームとなったウルズハントは制作発表から3年後になってサービス開始。ガンダム00の続編は発表から6年が経過しても動きはなし、先行のハサウェイの続編も3年ほど動きがありません。 G ガンダム新作もそんな発表後からかなりの時間を要する前例があるため、実際に見ることができるのは最低でも3年はかかるのではないかと思います。しかし今回の新作はガンダムシード劇場版大成功の影響もあるのか、今年の夏に G ガンダムの公式サイトにて今川監督が描いた新規外伝シナリオの展開が決定しました。桁違いの売り上げは当然シリーズ作品の制作にも影響が出るため、本編の方もこれまでの続編系よりも早く出来上がるなんてこともあり得るかもしれませんね。私たちとしては新たな型破りガンダムがこれまでの前例まで型破りになってくれることを祈るばかりです。少なくとも18年かかるのはもうやめてほしい。最後にガンダムの型枠を破壊した G ガンダムは後のガンダムシリーズにも大きな影響を与えました。5人の訳ありな少年とそのガンダムが活躍するガンダムウィング。アナザー初のニュータイプと少年の物語を描くガンダム X。宇宙世紀を意識した設定でありながら独自のモビルスーツとキャラクター性、そして本編と同時進行の外伝と2度の続編制作まで果たしたガンダムシードシリーズ。戦争根絶と対話というテーマに斬新な結末を示したガンダム00。3代にわたる壮大な物語を描いたガンダムエイジ。物理的なアクションに特化した君を叩き潰すガンダム鉄血のオルフェンズ。そして水星の魔女はガンダムが禁忌とされた世界でもっとえげつない描写で叩き潰したりしながら複雑な伏線を織りなした作品として誕生しました。しかも発展したのはアナザーだけではなく、ガンダムシリーズが取り戻した勢いは新たな宇宙世紀シリーズや
そのパラレルワールド作品も生み出し、すべてのガンダムシリーズの終着点であるターン A ガンダムや、その近い時代が舞台である G のレコンギスタ、さらには地上波の SD ガンダムシリーズや、ガンプラバトルをメインにしたガンダムビルドファイターズシリーズまで生まれることになりました。正直アニメ化としても G ガンダムには、最初は非常に驚かされたのですが、今こうして後のガンダムシリーズも振り返ると、G ガンダムの誕生は賛否あれど現在まで続くガンダムの起爆剤になっていたんだなと思いました。そしてその何でもありの G ガンダム新作も、視聴者の予想をいい意味で裏切ってきた今川氏だからこそ、様々な予想を超えた展開になってくるのかもしれません。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では、次回の解説でまたお会いしましょう。